おうち丸ごとお片付けの最終回です。何日かけてどんな手順で作業代金いくらだったのか、その全貌が明らかになります。今回の週末ビフォーアフターはですね、これまで7回にわたって紹介してきた子育てに奮闘中のママのおうちの最終回でございます。ということでね、今回はですね、そもそもこの家丸ごと1軒片付けて一体何日かけてどんな作業手順でやってきたのかっていったところをですね、大公開したいと思います。一体このうち何日かけてやってきたか当ててください。はい、正解は2日間でした。はい、当てられた人いますかね。古型式のね、この丸ごと一軒片付けね、そもそも私一人ではお伺いいたしません。はい、私がお邪魔するお家でですね、お願いしていることはですね、できる限りこの家に関わる家族にご協力願いたいということです。はい、この家もですね、この2日間はですね、ママの実家のご両親が赤ちゃんの面倒を見てくれたってことでね、本当に助かったわけですよね。もうこれだけは断言できます。人手は重要でございますね。昔やってたんですよ、私もね。奥さんとね、膝つき合わせながらね、これいりますいりませんとか言ってね、延々とやっていくんですけどね、周りの景色は変わらない。そんな片付けなんかしてたら一生終わんねえなってことでですね、こんな感じでね、チームで力を合わせてなるべく関係者総出でやるっていうね、古型式の片付けが誕生したわけですね。古型式の片付けはですね、物を寄せて景色を変えて暮らしを変える片付けからやっていくということでね、今回2日間の模様、どんな風にやってきたか、説明していきたいと思います。はい、この1日目何をやったかっていうと、まずは徹底的に景色を変える。1階のね、理由はなんですが、このうち、赤ちゃんとね、ママがいつも和室で寝ていて、その延長線上にあるリビングダイニングで過ごされる時間が多いということだったので、ママと赤ちゃんがまず居心地よく暮らせるね、空間を作るということで、この1階の景色を徹底的に変えるということをやったんですが、じゃあ皆さん、1階の景色を変えるってなった時にどこからやると思います？リビングですか？ダイニングですか？キッチンですか？和室ですか？はい、正解は和室でございます。はい、なぜかというとですね、まずここでこの2人寝てたわけですよね。和室を片付けるの簡単だなと思ったのは、稼働率の弱いものの中で寝てたわけですよ。大下がりのいい服とかね、お姉ちゃんの昔遊んでたおもちゃとか、昔知った部屋干し洗濯システムとかがあったんですけど、これ全部使ってないものなわけですよ。それをね、更地にしました。ということで、なんとリビングが地獄のような景色になってしまいました。これが古型式の現実なんですけれども、次に何するか。まずは和室に必要な布団とか赤ちゃんグッズとか洗濯システム系、そういったものが和室に戻ります。そしてもう押し入れも全部更地にしましたからね、その中にダイニングテーブルの上にあったざっくばらんの書類が全部いくわけですよ。一個も整理してなくてね、もうすいませんってね、私やってましたよね。でもほら、扉閉めればわかんないからさ、なんつってね、やってましたよね。はい。あとね、地獄のリビングの景色を変えると同時に私がスタッフに指示をしたのは、キッチンの脇にあった幼稚園グッズが山のように時間が止まってた収納ありましたね。あそこの中のものは全部出させてます。そうすることによってリビング中央にあった物だまり収納システムが丸ごとこのキッチンの脇の収納に行くことによって、リビングの景色が生まれ変わりました。ちょっと細かいところで見ていくとですね、例えばベビーベッドの隣にある赤ちゃんのお世話グッズっていうのを置いてるんですけれども、実はダイニングの脇にあったざっくばらんな書類のワゴンを、使い勝手がいい高さなので、赤ちゃんのね、お世話グッズのね、棚として移動させてます。古型式の片付けはですね、あんまり収納グッズと変わらないんですね。その家にある収納グッズをうまく活用して部屋を片付けるっていうことをやるので、材料費は
0円でございます。寄せた先の2階どうなってるか見てください。地獄パート2ができてしまいました。古型式の、片付けはですね、物を寄せて更地にして景色を変えるってことをやるのでね、どうしてもね箇所箇所に地獄ができちゃうんですが、私はこの状態では帰りませんので、ちゃんと2階も寄せさせてもらって帰ってます。そちらの模様をご覧ください。このね娘ちゃんの夢のようなロンパールームロンパールームって分かる人には分かりますね。夢のようなね子供部屋に生まれ変わったこのお部屋なんですけれども、古型式のね特徴で言うとですね、まずはね使わないものは一旦寄せるってことで、この場所にかなりのものが寄ってます。寄ってるって言ってもまあまあそこそこ片付いて見えるからね、今までよりはいいんだけど、の変な話ね、この後ろにもね隠しもう寄せる、もうね衝撃の事実ですよね。これねあんまり見せませんね。寄せたもののね行く末がここにあってですね、さあこれどうすんのって感じでね、これはね押し入れの中にあったね布団類ですよね。今ママと、赤ちゃんで寝てるから、来客がね泊まるってことはなかなかないよってことで上にあげたんだけれども、和室も片付いてね、あそこももうちょっとこうアレンジすれば戻せるかなって思うので、もしかして戻すかもしれないんですけど、こういったね残骸の行く末ですよね、気になるのはね。でもママの服はここで全てまとまっそっか、ママの未整理のものがここにあったりするんだよね。でもすごいね、これ全部並びましたね、服ね。ね、これママのでしょ全部。大体せっかくだったらば寝室にお母さんのタンスとかまだ残ってましたよね、こっち。これ残ってます。これまだなんか出したらいいんじゃないかなと思います。やっぱああいうプラスチックのケースが部屋に残っちゃうよりは、こういったね見栄えのいいものが部屋にあった方が、こっちがプラスチックでっていう風にした方がいいと思うんだけど、どうです？いや大丈夫です。2階はねちょっとね、そうタンスを出したりとか、もうちょっとこのお母さんの今スペースになってる場所をね、ちょっと見た目的にね、変えていきたいと思います。ということで、破壊と再生を繰り返す古型式丸ごと片付け第1弾1日目が終わりました。1日目にねいなかったお嬢とパパの、リアクションがありますので、そちらの模様をご覧いただいた後に2日目の模様をご覧ください。今日は2日目になりますけれども、昨日の家族が帰ってきた反応どうでした？すごい久しぶりにこんなに片付いてるので飛び跳ねてました。本当？彼女がお姉ちゃんが。妹は妹はずりばいずっとしてました。本当ね、結構ね床が広がったっていうかすっきりとしたと思うんですが、今日はねそんなわけで結構変わった景色の中で、収納の中とかね、あとキッチンをやっていきたいんですけど、どう？私のお部屋変わったよね。見た上、どうだったの？すごかったそうです。そうだったの？パパなんて言ってた？きりしたね。姉ちゃんのさ、支度のものがキッチンの隣のね、あそこの部屋、マスクとか給食袋とか全部そっち行ったじゃない？それは OK？本当にカメラとか回ってない時はすごい喜んでたんですよ。本当？昨日はとんでもなく喜んでて、とんでもなく喜んでたのね。ママも嬉しいね。それが欲しいんですよ。やっぱ物の整理もすごい大事かもしれないけれども、このね景色の中で暮らすっていうのはすごい重要だから、一旦寄せさせてもらうっていうのは第一段階でやりました。じゃあ今日はちょっとキッチンをね、攻略しようかなと思いますので、あとはねちょっと微調整ということでやりますけれども、お姉ちゃんの部屋でなんかこうしてほしいっていうのある？あれだけでもう十分嬉しいって言ってました。本当？はい、わかりました。じゃあ今日の作業を始めていきたいと思います。お願いします。圧倒的にアイテム数がですね多いんですよ。これね全出しするだけで午前中いっぱいかかってますからね。キッチンはねやっぱ割れ物多いじゃないですか。急げないわけですよ。そしてフル型式で重要なのはただ単に片付けるだけじゃなくて掃除もするんですよ。ちゃんとねサニーシールドピカピカに拭き上げてから
私このパントリーの棚全部外して棚の高さ変えてますからね。その時のね模様が残ってるということなので、そちらのぼやきをご覧ください。お疲れ様です。今どんな感じですか？とりあえずですね、はい。全部棚外して全部棚板動かしてます。誰も手伝ってくれない。だって届かないんですもん、誰も。この棚板がまあまあ重いですよ。50って大変だね。生きるって大変。でももう少しだ。頑張ります。じゃあ、一回お昼休憩にでも行きますか？だね。はい。はい。休憩。はい。作業中、お父さんご帰宅。あ、お父さんお帰りなさい。昨日1日目どうでした？いや、部屋が家の中が広く感じました。やっぱ物がこう床にないだけなんかこう広く感じるみたいな。そうですね。あ、新築の時を思い出したっていう。なるほど。ね、その時の感動が蘇るみたいなそうです。感じですね。はい、よかった。で今2日目はですね、キッチンを改造してもっとねこの1階の景色を変えたり、ママのね家事労働が良くなったりとか細かいことやりたいと思うので、ちょっとまた楽しみに。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。作業2日目、終了。ございました。どうです？全体的に部屋見て。綺麗すぎて他の人の家みたいで本当に？はい、とても使いやすそうなので、うんちょっと頑張って料理とか家事頑張りたいなって思いました。本当？はい。多分この YouTube が出た時にここのビフォーを見た時に愕然とすると思うんですけどでもね、やっぱり隠せる場所ができたんでね、はいお母さんもちょっと気持ちが楽になったかなと思います。あと洗濯動線ね、はい和室の奥から洗濯して戻したところにってことなんでね、はいお父さんも協力して、自分のものも管理していただきたいなと思います。お父さん今回この片付けを通して何か気づいたこととか感想とかあったらぜひ。いや、ここまで綺麗になるとは思いません。本当ですか？はい、結構人気あるんで私まあこれぐらいは、はい、でもっとねいろいろ細かいところもねできてないところもあるんですけれどもね、抜本的な改革をして、あと少しずつね自分がやりやすいように動かしてもらえたらいいかなと思って、はい、あまりありがとうございます。期待してませんでしたよね。いやいや、そういうわけではないです。そうです。お父さんはなんなら私に何でもいいですって言いましたやっぱママがねどうしても私をね呼びたいっていう思いを、やっぱりお父さん的にはね、なんでそんな自分でやればいいじゃんって思われるかもしれないですけど、やっぱりね私も子供がちっちゃかった時には結構何もできなくてね悶々としてた時代もありましたので、本当1歳児ってもうで大変じゃないですか。でそういった意味でもねぜひ私は力になりたいと思いまして伺いました。なので今回は許していただいてありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかっ本当？何が嬉しかった？た。遊び回れるか遊び回れるね。やっぱりね卓球すごいね、時間ねいっぱい取られちゃってるかもしれないけど、家の中ではねいろいろ遊びたいもんね。じゃあこれからは自分でお片付けとかもしてママに協力してあげてね。ら。はい。はいはい、ということで片式の丸ごと一軒片付け大作戦がですね終わったということなんですけれどもね、もう一個皆さんに見せてないお部屋がありましたので、そこの模様を最後に見ていただいてこの家の丸ごと片付け終わりたいと思います。はい、じゃあ最後に、お嬢の大事な卓球場に行きましょう。はい、どうでしょう。うさぎちゃんがお友達が仲良く待っているお部屋になりました。すごい。こちら見てください。おー、すごい。もう今日からここで卓球教室が開けるようになりました。はい。はい、すごいこのパワーを感じますよ。だから私はですね、この家のお姉ちゃんがですねもう卓球で頑張れるパワーあるお家をね作ったと思うので、陰ながら応援してますので、これからも頑張ってください。1試合だけやらせてもらってもいいですか？私卓球好きなんですよ下手なんですけどねじゃあちょっとやらせてもらいましょうか。はい、
週の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは極狭収納にお悩みのお宅を訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さようなら。終わった。よかったらチャンネル